これがアニメと実写版ということで考えています。無償提供するためのプロジェクトです。本日は沖縄県小中歴史教育研究会の方々にお越しいただきました。活動内容についてちょっとお聞きしたいです。本研究会はですね、若い世代に沖縄の歴史や文化をもっと広く勉強してもらいたいということで活動を始めました。で、大きく分けると2本柱があって、一つはまずは子どもたちに次世代につながるような沖縄のもっと歴史や文化についてもっと楽しい面白いことを勉強してもらいたいということで教材の制作を考えています。これがアニメと実写版ということで考えています。で、もう一つは学校でこれを使ってもらうわけで、学校の先生方にもこれをよく理解してもらいたいということで、学校の先生方にも同じように勉強会を開いて沖縄の歴史や文化についてもっと楽しく子どもたちに伝えるにはどうしたらいいかなということを広めていこうかなと思っています。研究会を立ち上げたきっかけっていうのは何だったんですか？私個人の思いなんですけどね、首里城が5年前に焼失した際にものすごく喪失感がありました。でも自分だけじゃなく沖縄県民がほとんどがやっぱり同じ思いを感じていらっしゃる方もたくさんいたんですね。ところがやっぱり1年過ぎると少しやっぱり気持ちが薄れてきたのか、改めて首里城って何だったのかなとか、沖縄の歴史や文化について学び直しがやっぱり自分としても必要かなというのを強く感じたんです。で、その時にちょうど高校の先生方がアンケートを取ったら高校生の 78% が沖縄県の復帰の日を知らないっていうデータが出たんですね。で、同じように小学校と中学校にもアンケートを取ったら平和学習はある程度やっていてもそれ以外の沖縄の歴史や文化について学ぶ機会が全くないっていうことが分かったんですね。それが大きな原動力というかきっかけになって、この研究会でなんとかそういうことを伝えられたらいいなというふうに感じたのがきっかけです。発足自体はその首里城の燃えて後って形ですか？そうですね、その前から思っている部分っていうのはあったんですけど、それがすごくやっぱり行動に移っていたっていうのはそういうところがやっぱり大きかったかなと思います。琉球沖縄の歴史ってなんで学ばないといけないと思いますか？日本の歴史を学んでいても例えば徳川家の将軍の名前が言えて秀吉だったり信長が分かっていても首里の王様のことはやっぱりほとんど分からないんですね。僕は首里に住んでいるけれどやっぱり学校の先生でありながらその辺なかなかやっぱり分からないんですね。自分自身が学校で教わった記憶もほとんどないですし、やっぱり自分のことをアイデンティティを考えた時にやっぱり自分の地域のことをもっとふるさとのことを勉強し直さないといけないなっていう思いがやっぱ強いんですね。これって多分年を取っていけばいくほど感じることは強くなると思うけど、でも意外と若い人たちも同じようにさっきもお話しした首里城が燃えた時にそれを眺めている涙ぐんで眺めている高校生の姿っていうのはすごく印象的だったんで、若い子たちもやっぱり自分の地元の歴史や文化についてもっと学びたいという思いはあるんじゃないかなというふうに思います。私自身があまり小中学校の時に沖縄の歴史文化、それこそ平和学習はさせてもらったんですけど、首里城の歴史だったり例えばその前の雨割りだったり五三丸っていう存在だったりっていうのを中学校の頃小中学校のところどれだけ学んだかっていうとそんなに教わった記憶がないなっていうのがあって、実際社会人になって県外海外に行った時に沖縄のことがあまり伝えられない自分がいたことに逆に衝撃を、それこそ日本の歴史は伝えられても自分の生まれ育った琉球沖縄の歴史っていうことを伝えられない自分がいて、そのままじゃいけないなっていうふうに思って独学で勉強したりもしたんですけど、それをもう子どもの頃から学ぶ機会があったらもっとよかったなっていうふうに思ってるので、やっぱり沖縄の歴史文化学ぶことって大切だなって思ってます。学べる機会が少ないっていうのはどういったことが原因だと思いますか？まず大きな一番の理由は教科書の内容がやっぱり日本の歴史の中心であるということ。だから1年間に歴史の勉強を教える時間がもう限られているので、そこに沖縄の歴史や文化をはめるっていうのはなかなかやっぱり時間が足りないんですね。だからいわゆるカリキュラムが一番大きな問題だと思います。
やはりカリキュラムがもう決まってるので、その中で時間を捻出するのも難しいですし、そもそも教材がそんなに簡単に集まるものでもないので、先生自体がその教材を用意する時間的な余裕も、どこを当たればいいのかっていうのもわからないっていう現状があるのかなと思います。これを解決するためにはどういった方法があると思いますか？このね活動を地道ながらにみんなに広めていくことがやっぱり大事かなと思います。やっぱりもう一つは小学生中学生だけじゃなく先生たちにもそうですし、沖縄県のやっぱり同じ思いをして沖縄の歴史や文化をもっと知りたいという人もたくさんいると思うので、やっぱり講演会だったりシンポジウムだったり勉強会なんかをね定期的に開いていくのが一番いいのかなというふうに感じています。今回11月1日が琉球歴史文化の日なんですけど、その日に合わせて11月10日に講演会やったんですよ。その時にもこの歴史研究家の方をお招きして沖縄の歴史文化、琉球の歴史文化を伝えるということで、こういうことを知ることによって沖縄に誇りを持ってもらえるんじゃないかなという機会を作れたかなというふうに思うんですけども、やはりその時に来た方々もちょっと年齢層が高めの方が多かったなというふうに感じていて、これをもっと若い方々が知りたい、自分たちから知りたいって興味を持ってもらえるようにしていかないといけないなというふうに思ってるんですよね。だからそのためにも今回私が賛同した理由としても、この学習動画を作るっていうのはもう子どもの頃からそういう琉球沖縄の歴史を知ってもっと興味を持って学ぶきっかけが作れるかなって、自分たちからもっと学びたいって思うきっかけが作れるんじゃないかなって思ってこの活動に賛同したので、こういうことの積み重ねが大事なのかなって思っています。沖縄の先生方ってその歴史文化を教えたいって思っていると思いますか？思ってはいるんですけれども、いわゆる教材があってもその手立てというか方法についてはやっぱり自分たちがもうほとんど経験されてない、復帰を知らない世代の先生方なんで、やっぱりだからその辺がちょっと自信がないところあると思うんですね。それで今回のこの動画を作ったりすることで、講座を開いたり勉強会を開いたりすることでもっと知識を広げてもらって、授業の中でも少しでも役に立てるようなコンテンツというんですかね、そういう教材を作っていくことが一番大事かなというふうに考えています。講演会やった時に若い、20代の先生とかもたくさん来てくださったんですけど、その方々もすごいやりたいっていう思いはすごくあったので、彼らが教えていくためにもそういう教材として手助けすることによって現場がより教えやすくなるのかなというふうに思ってます。全然なんか先生方が変わらないといけないというわけではない。先生方もちろん変わることもね大事なんだけど、環境をやっぱり変えていかないとね、身近なところで歴史文化に触れるような環境づくりがやっぱり大事かなと思うので、はい。ウニゲーサビラ何かメッセージとかありますか？はい、ありがとうございます。今回の動画制作プロジェクトには皆さんの支援が欠かせません。実は今キャンプファイヤーでクラウドファンディングを行っております。これが5年前に首里城が消失した10月31日にスタートしたんですが、この動画制作プロジェクト、これは動画制作を終えた後小中学校に無償提供するためのプロジェクトです。こちらなんですが、現在開始から20日間で第一目標金額の 50% に到達しました。しかしまだまだこれから皆さんの支援が必要です。どんどん支援の輪を広げることによって未来を担う子どもたちに歴史や文化を学んで夢や誇りを持ってもらえるように、皆さんぜひ今後ともご支援とまたご協力拡散の方ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。